こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回は、ピープと同様に多くの環境で使われている EAP-TLS を紹介します。EAP-TLS では、サプリカントとオーセンティケーションサーバーのお互いのデジタル証明書を使用し、お互いを認証します。オーセンティケーションサーバーは、サプリカントのデジタル証明書を検証し、接続してきたサプリカントが正しいかを確認します。一方、サプリカントは、オーセンティケーションサーバーのデジタル証明書を検証し、接続先のオーセンティケーションサーバーが正しいかを確認します。ICE では、デジタル証明書を使用して、エンドポイントを認証する場合、アイデンティティストアには、サティフィケートオーセンティケーションプロファイルを使用する必要があります。サティフィケートオーセンティケーションプロファイルでは、エンドポイントのデジタル証明書のどの値をエンドポイントのアイデンティティとして使用するかを指定します。では、ここから実機を用いて EAP-TLS の動作を解説します。EAP-TLS や PEEP のアウターメソッドなどで使用される ICE のデジタル証明書は、アドミニストレーション、システム、サティフィケート、サティフィケートマネジメント、システムサティフィケートから確認可能です。ICE は Used by に EAP と表示されているデジタル証明書を EAP-TLS や PEEP のアウターメソッドで使用します。デフォルトで ICE は自分自身が生成した自己署名のデジタル証明書を使用します。次に ICE がエンドポイントのデジタル証明書を検証するためにエンドポイントのデジタル証明書の発行元の CA のデジタル証明書を ICE にインポートする必要があります。CA のデジタル証明書のインポートは、アドミニストレーション、システム、サティフィケート、サティフィケートマネジメント、トラストゥドサティフィケートから可能です。まず、インポートをクリックします。そして、サティフィケートファイルに CA のデジタル証明書が記述されたファイルを指定します。また、ICE がエンドポイントのデジタル証明書の検証に、この CA のデジタル証明書を使えるようにするために、Trust for Client Authentication and Syslog をチェックします。最後に、サブミットをクリックし、設定内容を保存します。次に、サティフィケートオーセンティケーションプロファイルを定義します。サティフィケートオーセンティケーションプロファイルは、アドミニストレーション、アイデンティティマネジメント、エクスターナルアイデンティティソース、サティフィケートオーセンティケーションプロファイルから定義可能です。サティフィケートオーセンティケーションプロファイルを新規作成するために Add をクリックします。ネームにサティフィケートオーセンティケーションプロファイルの名前を入力します。Use Identity from で Identity として使用するデジタル証明書の値を指定します。デフォルトでは、サブジェクトのカマンネームの値を
アイデンティティとして使用します。最後に、サブミットをクリックし、設定内容を保存します。Allowed プロトコルでは、EAP-TLS が有効な必要があります。また、今回、ICE とエンドポイント間の無駄なやり取りを回避するために、Preferred EAP プロトコルには EAP-TLS を指定しています。ポリシーセットのルールでは、EAP-TLS が有効な Allowed プロトコルを指定します。オーセンティケーションポリシーの .1x 用のルールの参照先のアイデンティティソースには、先ほど定義したサティフィケートオーセンティケーションプロファイルを指定します。オーサライゼーションポリシーでは、認証に成功したエンドポイントに対して、リザルトとしてパーミットアクセスを割り当てます。スイッチ側の設定は MS チャップ V2 を使用したピープの時と同じになります。エンドポイント側では NIC で EAP-TLS を有効にする必要があります。まず NIC を右クリックし、プロパティをクリックします。オーセンティケーションタブをクリックします。オーセンティケーションメソッドにマイクロソフトスマートカード or Other Certificate を指定します。そして、オーセンティケーションメソッドのセッティングをクリックします。エンドポイントで ICE のデジタル証明書を検証するために Verify the server's identity by validating the certificate をチェックします。そして、ICE のデジタル証明書を検証するために使う CA のデジタル証明書をチェックします。次に、エンドポイント側が使用するデジタル証明書関連の設定のために、アドバンスドをクリックします。サティフィケートイシュアーをチェックし、EAP-TLS の際に、どの CA が発行したデジタル証明書を使用するかを指定します。そして、OK をクリックします。再度、OK をクリックします。次に、Additional Settings をクリックします。Specific Authentication モードをチェックし、User Authentication を指定します。そして、2回、OK をクリックし、変更内容を保存します。では、エンドポイントをスイッチのポートに接続してみます。Show Authentication Session Interface コマンドを実行すると、.1x 認証が成功していることが確認できます。ICE 側のライブログでも .1x 認証が成功していることが確認できます。また、今回、デジタル証明書のサブジェクトのカマンネームに格納されている文字列アリスが ICE 側のアイデンティティとして使われていることも確認できます。オーセンティケーションプロトコルでは EAP-TLS を使用していることが
確認できます。では、EAP-TLS の際にやり取りされたパケットのキャプチャーを見てみます。ICE は使いたい認証方式として EAP-TLS を提示していることが確認できます。エンドポイントは EAP-TLS に合意し、クライアントハローを送信していることが確認できます。そして、ICE は自身のデジタル証明書を送信しつつ、エンドポイントのデジタル証明書を要求していることが確認できます。最後、まとめになります。EAP-TLS では、サプリカントとオーセンティケーションサーバーのお互いのデジタル証明書を使用し、お互いを認証します。ICE では、デジタル証明書を使用してエンドポイントを検証する場合、サティフィケートオーセンティケーションプロファイルを定義し、エンドポイントのデジタル証明書のどの値をエンドポイントのアイデンティティとして使うかを指定する必要があります。今後も .1x 関連の動画が続きますので、興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。